皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。年末の Amazon プライムデーで Amazon エコーショー5を購入しました。今更ですがエコーショーがすごく便利なので、私が実際に活用している9つの機能をご紹介していきます。機能をご紹介する前にエコーショーの概要を簡単にお話しします。エコーショー5は Amazon が提供しているスマートスピーカーです。ちなみにこれまでは Amazon エコープラスの第1世代を2018年の発売から長く愛用していました。エコーショー5がこれまでのスピーカーと異なるのはディスプレイ付きであるということです。ディスプレイがついたことによってできることの幅がもっと広がっています。サイズ感は横幅が 148mm、高さが 86mm の 5.5 インチのサイズ感です。だいたい iPhone と同じくらいの画面サイズです。私はイメージしていたよりも少し小さいかなという印象でした。エコーショーは5以外に8や新型の10もあります。8は画面のサイズが一回り大きくって小さめのタブレットくらいのサイズ感です。10はさらに画面のサイズも大きく、画面が回転する機能もついています。映像をより楽しみたいという方は大きめのサイズがおすすめです。それでは実際に私の活用方法をご紹介していきます。まず一つ目は天気の確認です。アレクサ、今日の天気を教えて。現在の天気はおおむね曇りで気温は摂氏5度です。このように声をかけるだけで天気予報を読み上げてくれます。画面があることで視覚的にもチェックすることができるようになったのがこれまでのエコープラスとの大きな違いだなと感じています。2つ目はラジオを聞く機能です。天気を確認した後はラジコでラジオを流しています。 FM802 かけて。ラジコで FM802 を再生します。今夜盛り上がろうって以前まではスマホでラジコを開いて聞きたい放送局を選んでスピーカーに Bluetooth でつなげるという手間が必要だったので、声をかけるだけでこのようにつなげてくれるのがとっても便利です。私は FM802 がお気に入りですが、このようにラジオ局の変更をすることもできます。我が家にはテレビがないのでこのラジオでの情報収集というのがすごく重宝しています。続いてが家電操作です。私はスイッチボットというサービスを使って自宅のスマートホーム化をしています。スイッチボットで家電をインターネットにつなげることによって Amazon エコーと連携して音声でも操作ができるようになります。アレクサ、寝室つけて。ベッドの上から電気をつけたり消したりという操作もできますし、ダイキンつけて。このようにエアコンをつけることももちろんできます。他にも加湿器をつけたり、ルンバつけて。はい。あとはこのようにルンバを動かしたりすることもできます。リモコンを探す手間が省けたり、離れた場所からでも操作ができるっていうのが便利すぎて、今の生活になくてはならないアイテムになっています。さらに組み合わせて使うと便利なのが定型アクションの機能です。アプリの定型アクションというところを押してエコーショーへの指示をあらかじめまとめておくことができる機能です。私の定型アクションはこんな感じで、例えば5時半になったらリビングの電気とエアコンがオンになるようにしていたり、寝る前にはお休みと言えば電気とエアコンがオフになるような設定をしているというような具合で様々な作業をまとめて自動化しています。操作だけではなくってその声をかけること自体を減らす機能なので、これもすごく便利だなと思っています。アレクサ、ニュースをつけて。チャンネル3、最新のニュースです。続いてがニュースのチェックです。このようにエコーに声をかけると NHK のニュースなどを流してくれます。
エコープラスとの違いとしてはやっぱり画面がついているのでニュースを視覚的にチェックすることもできます。毎朝の朝食タイムとかにちょっとしたニュースをチェックするのにも役立っています。これは本当に音声だけではなくってディスプレイがあるからこそ助かっている機能です。続いてがカメラで家の様子をチェックする機能です。エコーショーにはこのディスプレイの上の部分にカメラがついているので家の外からでも家の中の様子をチェックすることができます。カメラのオンオフはこの上の操作ボタンで手動で行います。このようにスマホのアプリを開いてでデバイスからカメラを選択すると家のエコーショーにつながってカメラの映像を見ることができます。家のペットの様子をチェックしたり、一人暮らしの方は帰宅前の防犯対策という意味でも念のために部屋の様子を見ておくというような場面で使うことができます。ただ直置きして使うと少しカメラの位置が上向きになってしまうのでスタンドがあった方がいいかもしれません。私もこれは購入検討中になります。続いてが Amazon でのショッピングです。はちみつ黒酢注文して。このように声をかけると Amazon のアカウントと連携して利用ができるのでショッピングもエコーショーだけで完結できてしまいます。スマホを出す必要なく音声だけで日用品などの買い物を済ませることができるのでこれもとても便利です。画面がついたことによってより商品の注文もしやすくなったなと思っています。もちろんスマホの方でチェックしてみるとしっかりと注文されていました。続いてがタイマー機能です。これは使っている方も多いのではないでしょうか。エコーはタイマーを設定するのにも声をかけるだけなので便利です。5分タイマーかけて。このように声をかければタイマーがスタートします。料理の最中手が離せない時にタイマーをかけることもできますし、私はちょっとしたお掃除の時に時間を管理するのにもよく使っています。5分タイマーかけて。1番目、5分のタイマーを開始します。さらに同時にいくつかのタイマーをかけておくことができるのも便利です。2分のタイマーかけて。2番目、2分のタイマーを開始します。このタイマーに名前をつけますか？大丈夫です。はい、大丈夫という2分のタイマーを開始します。このように時間を重ねてお願いをすればそれぞれのタイマーの時間をしっかりと測ってくれます。大丈夫タイマーが終了しました。続いてが音楽を聴く機能です。定番の使い方ではありますが音楽を流すのも快適です。洋楽かけて。Amazon Music でおすすめのポップスステーションを再生します。このように声をかけるだけで音楽の再生をしてくれます。音量小さくして。音量を小さくしたりストップをしたりというような操作も音声だけで操作できるので在宅勤務中のお供にも最適です。このようにおすすめの楽曲を実際に画面からチェックできるというのもエコーショーならではの機能かなというふうに思っています。あとはエコーショーになったことで画面に歌詞が反映されるのでちょっとしたカラオケ気分で歌の練習もできちゃいます。最後がレシピのチェックです。エコーショーはお料理の時のアシスタントとしても役立ちます。クックパッドアプリでマイフォルダ開いて。私はクックパッドアプリと連携をしていてこのようにスマホの方で作りたい料理があったら帰りの電車の中でお気に入りに保管をしておいて帰宅をしたらこんな感じでエコーショーで表示をします。1番。1番ですね。アレクサ、作り方教えて。わかりました。では作り方を読み上げていきますね。玉ねぎ6分の1個。あとは
このように画面にレシピを映してくれて読み上げもしてくれます。この通りに作っていくだけなのでお料理がより効率的になりました。これも画面付きのエコーショーならではだなと感じています。10分タイマーかけて。10分のタイマーを開始します。次の作り方教えて。蓋を開けて。アレクサ、クックパッド終了。他にも私はあんまり活用してないんですが、動画を見ることもできます。アレクサ、YouTube で今更チャンネルつけて。このように声をかければ YouTube を楽しむことももちろんできますし、他にもプライムビデオを開いて海外ドラマを楽しんだり、あとは Netflix も見ることができます。この動画視聴は画面がないと難しい機能だとは思うので、エコーショーならではだなと思いますし、これは小型テレビとしても使えそうかなと思っています。他にはテレビ電話もこんな感じで簡単にできるんですね。中山春菜に電話かけて。中山春菜さんのアレクサデバイスに発信します。少し離れた場所で暮らしている家族間でのコミュニケーションなんかにも使えそうです。以上、今更ですがエコーショーの機能をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。家に1台あるととっても便利なエコーショー、ぜひ活用してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。